日本の春の訪れを告げるシンボリックな和菓子、桜餅を作りました。けれど、壬生の忠峰は、春来ぬと、人はいえどもうぐいすの、泣かぬ限りは荒じとぞ思う、と歌いました。春がやってきたに違いないと人は言うけれど、うぐいすが泣かないうちは、まだ春ではないと思う、と言うんですね。うぐいすは春の使者なのでおっしゃる通りですね。それはそれとして早速桜餅を作り頬張りながら春を楽しむことにいたしましょう。一晩つけ置きも煮こぼしもせずに煮ました。沸騰したら弱火にして蓋をし、芯まで柔らかく煮ます。途中で湯が減ったら水を差します。様子を見ながら1時間程度煮ていきます。そしてミキサーで攪拌し、裏ごしします。このやり方は、君江流簡単こしあんの作り方です。甘みはここでつけます。天才糖に黒糖でコクを出しました。弱めの中火で30分ほど練り、水分を飛ばしていきます。冷めたら 20g に分けます。俵型にします。余った分は冷凍庫で保存します。薄皮の生地を作ります。小麦粉でいいのですが、今回は上新粉と米粉のブレンドにしました。それと白玉粉も加えました。色味はクランベリーパウダーを用いました。水かぬるま湯で白玉粉を溶きます。生地に混ぜて焼くと酸味はほとんど感じられません。少々桜色の赤みが強い皮になります。
ごく弱火で1分ほど焼きます。周りから水分が飛んで焼けていきます。裏は10秒ほど焼くか、余熱だけでもいいです。鳥は来る時の鹿もこそ桜餅。仕事の前に花市場へ行ってきたのですが、このスーツはこの季節にだけ着ています。はじめは薄いベージュだったのですが、黄色に染めました。黄色は発色がいいので最も染めやすいんです。トリミングを施し、ビシューも縫い付けました。さあ、それでは桜の生け込みです。どなたにも桜の思い出がありますよね。私が思い出すのは、昔長野県伊那市高遠町の廃村しびらに別荘があったのですが、いつも中央高速を諏訪湖で降り、杖付峠を通って山上の家に向かうんですね。途中、古屋敷というところに守谷神社があって、その辺りから大木の見事なしだれ桜が現れるんです。5月上旬のことですが、初めて遭遇した時には歓喜しました。その息を飲む美しさには言葉にならない感動がありました。それから家のあるしびらを通り越して高遠まで行くと、日本百名城の一つ高遠城の1500本の小彼岸桜に出会えます。桜の日本三大名所にも選ばれた名所ですが、それはまるで天上界を想像させました。それから母の亡くなる3年前、新宿御苑に家族で花見に出かけ、お弁当を食べたのも忘れられません。それから句会であえいだ2000年のミレニアム。社会はバブルのお祭り騒ぎからデフレスパイラルに転落し、誰もがシンクをなめた当時のことです。住んでいた家のすぐそばに小さな神社がありましたが、春雨と風で境内の桜のつぼみがたくさん散っていました。私はそれを両手ですくい上げて持ち帰ったんです。そして参謀に持ったんです。豪奢に生け込みをした桜の枝ではなく、地面に落ちた小さな桜。それでも
桜の花に違いはなく、深い愛しみを感じたのでした。花は散り、その色となく眺むれば、虚しき空に春雨ぞ降る。家のソメイヨシノは20年前に母と姉に送って植樹したのですが、みるみるうちに大木となり、2年前の剪定の時、大きく切ってもらったのですが、切り口に処理がなされなかったので菌が発生し、あと何年持つかわかりません。それでも今年も楽しませてくれています。桜が咲くと本当に嬉しいですね。市場で仕入れた桜は陽光桜です。別名では紅吉野と言います。ピンクが濃くて温かみがあります。終戦後、天城吉野と寒肥桜を交配して作り出した栽培品種です。ソメイヨシノより少し早く開花します。この陽光桜は、博多園業の創業者、高岡正明さんが、鎮魂と世界平和を願って生み出した命の花だったんですね。第二次世界大戦中、青年学校の教員だった高岡さんは、多くの教え子を戦争で失いました。また、桜の木の下で会おうと誓った教え子たちとの約束を守るため、25年の歳月と私財を投げ打って陽光桜を完成させました。二度と戦争を起こしてはならないと、これまで世界27カ国に無償で提供がなされてきたそうです。久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散るらん。のどかに日の光が差す春の日に、なぜ静かな落ち着いた心もなく、慌ただしく桜は散ってしまうのだろう、と、木野智則は桜を擬人化して歌いました。あなたの桜の思い出を聞かせてください。桜という言葉の語源ははっきりしませんが、一説では危機に登場する木の花の咲夜姫の咲夜から名付けられたとも言われています。木の花の咲夜姫はアマテラスの孫、ニニギのお嫁さんですね。山幸彦、海幸彦らを生みました。初代天皇の神武のひいお母さんですね。神話ではこの地上に稲作を伝えたニニギはアマテラスに三種の神器を授かり、芦原の中津国を統治するようにと天下ったのですが、大山摘の娘木の花の咲夜姫を見かけ、一目惚れして結婚を申し込みました。大山摘は木の花の咲夜姫の姉の岩永姫と一緒に結婚させようとしました。けれどもニニギは
岩永姫は不器量だったので返してしまいました。岩永姫は永遠の命を持っていたので大山津には進めたのですが、そしてニニギは美しくとも儚いこの花の咲夜姫とだけちぎったので、子孫は寿命という代償が与えられたのでした。決してとどまることのない移ろう四季、それはまた無常観に通じるものです。この変化していく様に日本人は美意識を感じながら暮らしてきました。それは国学者本居宣長が重視した平安朝の文芸理念を示すものの哀れですね。哀れというと中世や近世以降では悲しいこと、惨めなことといった悲哀の意が強調されるようになっていくのですが、古くは感情が深く動かされることという意味では同じでも、美しいものや無常を感じた時にしみじみとした情感を表す言葉だったのです。ああという感動詞に深く感動するという意味の詠嘆、感動の助詞の晴れが合わさったという説があります。華やかな桜の短い花盛りは日本人の根底に流れる哀れの美意識に呼応し、一層心に響くものとなって愛され続けてきたのです。